はじめましての方も今まで見ていてくださいました皆様もごきげんよう。この動画はジョジョのラストサバイバーというゲームの実況と解説を行う動画となります。まずはじめにオペレーターを紹介させていただきます。今説明させていただいておりますオペレーターは空城ジョリーンとカジノのディーラーを AI で合成したものです。音声は無料で使用できるものを用意しました。その都度良さそうなものを使用していきますので、動画ごとに音声や画像が少し異なりますが、ご容赦いただけますと幸いです。使用するのはナランチャ。このキャラクターはレベルごとに使用できるスキルが追加される射撃タイプのキャラクターとなります。チップ獲得によりスキルが解放されました。CO2 スキャンが可能となります。チップ獲得によりアルティメットスキルが解放されました。ボラーレボムが使用可能となります。敵プレイヤーと接敵しました。戦いますか？それとも退却しますか？チップ獲得により精神力の上限が 20% 上昇しました。チップ獲得によりアルティメットスキルが追加されました。残弾数を確認してください。チップ獲得によりアルティメットスキルが追加されました。残弾数を確認してください。ここからは特に接敵も進展もないため動きがあった盤面までカットします。それでは終盤戦をご覧ください。射撃タイプのキャラクターが他にいないようなので不可侵共闘は難しいですが、近寄らせないように立ち回りラストサバイバーを狙いましょう。敵だな。見つけた。そこにいやがったか。近距離タイプと接敵した時は十分な距離を取り、相手の射程距離に入らないよう注意してください。また位置を特定されないよう心がけましょう。そこにいやがったか。さてエリア範囲もだいぶ狭まってきました。アルティメットスキルの確認と使用する場面を考え確実に仕留める算段をしましょう。やべえ、エリアが迫ってきてる。エリア範囲が縮小されます。時間内に次のエリアに移動する必要があります。エリア外に居続けるとダメージが発生するので注意が必要です。最後のプレイヤーとなります。確実に仕留めてラストサバイバーを取りに行きましょう。おめでとうございます。ラストサバイバーとなりました。勝利の記念にビクトリーショットを取りましょう。なんとか勝てたぜ。記念撮影がビクトリーショットは
ジョジョのラストサバイバー公式サイトからダウンロードすることができます。また Twitter にアップロードすることもできます。それでは次の動画に移りたいと思います。引き続きお楽しみください。血取れてるじゃねえか。これだけ集まれば十分でしょう。次は開始地点を選びましょう。今回の動画はおしゃべりひろゆきメーカーを使ってジョジョのラストサバイバー実況と解説をします。 AI で本人の画像を作成するとこんな感じで少しイケメンに転生しましたのでよろしくお願いします。ラストサバイバーを知らない人のために説明すると、スタンド能力を持ったプレイヤー同士が最後の一人になるまで戦うゲームとなります。それではラストサバイバーを目指していきたいと思います。使用するのは空上ジョリーンです。糸を使って建物を移動したり、相手を捕獲することができるスタンドで、中距離射程を得意とする近距離タイプのキャラクターとなります。実質、スパイダーマンです。ジョリーンのスキルは最初から使えます。スパイダーマンのように移動すると楽しいのですが、練習が必要です。レベル4でアルティメットスキルが使えるようになるので、目指しましょう。斜めの移動が得意なキャラなので、横移動で詰めてくる相手には、縦移動で詰めてくる相手には、横移動で逃げるのもありです。マップによって立ち回り方が異なりますので、参考程度に聞いてみてください。このゲームは少人数マッチとなりましたので、レベルアップもすぐできました。思うんですけど、普段使用しないキャラクターをやるときは、少人数マッチの方がやりやすい気がしますので、おすすめです。土日祝日は混みます。この後、特に進展もないため、動きがある盤面までカットします。エンタメとして、動きがない盤面を見てもつまらないと思いますので、ご了承ください。見たい方、コメント欄に記入してください。全処します。状況としては、殺人ウイルスをばらまく、ファンキーなファッションギャングと、スーツ姿の殺人鬼がいる状況です。屋根上で安全かと思っていましたが、反対側でも届いているのを見たので、他人事ではなさそうだなと思っていました。ファッションギャングがわざわざ3階建ての建物まで登ってきてくれたので、お帰り願おうと思ったのですが、得体の知れないものを投げつけられました。刑務所でも同じようなものをぶつけられたので、きっと同じタイプのやつだと思います。ラッサバは原作を再現するためにセリフをゲーム中に入れることができます。どうやらギャングは舐められたと思っているようです。つまり舐められたらお物を投げつける一般的には考えられない思想の持ち主です。続きもらっても嬉しくもないものを送り続けているので、少し粘着性の高いギャングのようです。粘着性の高い人との対応の仕方としては、関わらないようにした方が無難なので、距離を取るのが正解です。これを見て見ぬふりができなかったのか、紳士的な殺人鬼が横襟を入れてくれました。ただ、よく見ると、近寄るもの全てを傷つけるやつが飛び出してきたので、どう思っているのか確認するまで安心できませんね。落ちてきたところを狙って退場いただきましたが、殺人鬼がストーキングしたので捕獲、少し暴れたので再捕獲して勝利。これで一件落着ですね。静かなる人生を送りたいこの嫌い吉影が。このゲームを振り返ってみると、逆上したギャングを撃退したところ、殺人鬼からストーキングの被害を受けたので、お縄についてもらったと思ったのですが、抜け出てしまい、再逮捕となりました。罪を償っていただきたいと思います。あと、この動画を見ている方にお伝えし忘れたのですが、自分で選んで開いたので、見る選択をしたあなたの自己責任です。何を思っても、それってあなたの感想ですよね。それでは、次の動画に移ります。それでは、最後に、ペア戦をお送りいたします。今回のペア戦は ID マッチとなります。募集をかけていたので、こちらから応募させていただきました。相方のキャラクターは三太郎となります。いくつかゲームをさせていただきましたので、分割して配信したいと思います。今回のゲームは、4人2組の対マンマッチとなります。対マ
マンマッチは、相手もレベルマックスで、お互い、準備万端の状態から激突する展開だと思っていたのですが、質が不足するという展開になってしまいました。編集中に振り返るポイントはいくつかあり、今、ピン立てしたところを確認しておけばよかったと反省。なんか強くなった気がするぜ。早くも、ダービーの資格が残り1体となりました。ただ、投資カードが保存できたので、優位な状態を確保。相方がレベル4なので、時止め解放済み。これだな。落ちているチップを確認、相方に譲渡。ここにいいもんがあるぜ。近場に誰もいなさそうなので、エリア縮小を待ちます。動きがある盤面まで、カット。盤面としては、リゾット、アナスイペアとなり、アラートピン方向に確認済み。相方に突撃チャットを送信し、投資を取得後に遠隔で突撃。リゾットもいるので、精神力を残した状態で、スキャンを実施。スキャンの範囲外で擬音。このタイミングで、最後のダービーの資格が水中でリタイア。投資継続中に遠隔で追撃。リゾットのメスが、遠隔スタンドにヒット。構わず、遠隔で追撃。カウンターを食らいました。相方の時止め。見事ダウンを奪ってくれました。すかさず追撃をして、起こされないようにします。車線が通りやすい地形ですが、あまりエイムが良くなかったです。とりあえず、距離を詰めて位置共有に努めます。スキャンで相方に位置を共有しつつ、メタリカの侵入に気をつけたいところです。リゾットの足音は、他のキャラクターと比べて小さいため、逃したら最後、位置の特定が難しくなります。こちらにメタリカを当てる仕草を見せており、相方に向けたところに、ボムを投下。勝利。失敗だと。次も俺と組もうぜ。記念撮影振り返ってみると、相方が確実に穴水を仕留めてくれたことが、勝因となりました。シンプルで強いキャラクターですが、確実に仕留めるタイミングを狙うことが、重要となります。今回のビクトリーショットは、ボムの投下を狙いましたが、失敗してしまいました。ともあれ、通常の立ち位置でも十分入るので、問題ないと思っております。それでは、次回の動画も楽しみにしていてください。